Hello everyone, 大家好。皆さんこんにちは、ひときです。皆さんはなんで世界には記憶力のいい人と悪い人がいるのって思ったことはありませんか？頭のいい人は簡単に記憶ができるからテストとか簡単でいいなって思ったことはありませんか？でも実はもともとある記憶力は一部の人を除いてほとんどみんな変わりません。どちらかというと記憶する方法を変える方がもっと大切だと言われています。そして記憶って聞くと一つの言葉みたいなんですけど、実は記憶はいろいろな種類があって大きく分けると短い記憶と長い記憶の2種類があります。短い記憶はちょっと電話番号を覚えていたりホテルの番号を覚えていたり少しするとすぐ忘れちゃう記憶なんですけど、でもみんなが持ってる昔友達と朝までお酒を飲んでいたとかそういう思い出は長い記憶になります。みんなが日本語の単語を覚えるときに今日だけ覚えていればいいやっていう人はあんまりいないと思います。ですので今日はどうやったら覚えた単語を長い記憶に入れておけるかを説明したいと思います。そこで注目したいキーワードが2つあります。1つ目は体験・経験、2つ目は感情です。1つ目の体験・経験っていうのは、例えば皆さん小さい頃に自転車の乗る練習しませんでしたか？昔は全然乗れなかったのに今はいろいろなところへスイスイ行けるようになりましたよね。でもこれってなんか知らない間に乗れるようになってませんでしたか？他の人がどうやって乗ったのって聞いた時にあれ練習したらなんかよくわからないけど乗れるようになってたっていう人が多いんじゃないかなと思います。学校の勉強だったらこれはこうやって答えるんだよって教えられるんですけど、ちょっと自転車はどうやって教えたらいいかわからないですよね。そして学校で覚えたことはすぐ忘れちゃうけど自転車の乗り方は今でも覚えてますよね。そうなんですよ。体で覚えたことはすごく記憶に残りやすいんです。ですので覚えたい単語をコミュニケーションの中でたくさん使って覚える時も見るだけじゃなくて書いて見てそれを発音して自分の耳で聞く、こうやって体を動かすことがすごい大切です。もう一つは感情です。皆さんがよく覚えてることって何だと思いますか？例えば皆さんが学校のこと何覚えてるって聞かれた時に何を言いますか？なんか勉強の内容よりも友達のドロドロした恋愛の話とか学校の先生が言っていたなんか面白い話とかそういうことを覚えてないですかね。学校では授業でずっと勉強していたはずなのになんかその内容は覚えてなくて、そういう面白かったこととか恥ずかしかったこととかそういう感情と関係している出来事を覚えてますよね。実際に記憶するときにこの海馬っていうところがすごく重要だって聞いたことないですか？そして怖いとかすごく感情と関係しているところもその海馬とすごく近いんです。ですので覚えてることはそういう恥ずかしいことで、恥ずかしいことは覚えやすいです。よくトラウマがあるっていう人はそういう昔の怖い経験、怖い感情がずっと記憶に残っちゃっていることを言いますよね。だから単語を覚えるときはさっきの体を使った体験、経験と感情の2つがすごくキーポイントになると思います。例えばこの2つを使うと医者という単語を覚えたいときに朝起きたら窓を開けて医者はどこにいますかと大きな声で言ってください。これは体を使ってそして言うという経験と外にいる人が僕のことを見て僕はすごく恥ずかしいと感じる感情、そしてもし本当に医者が来たら気まずいという感情とも関係するので本当に記憶に残ると思います。これは冗談なので本当にやってはいけないと思うんですけど、こういう風にさっきの2つの条件をクリアすることを考える、どうやったらこの2つをクリアできるかなって考えることがすごく大切だと思います。でも皆さんなんとなくそれ分かってるんですよ。例えば留学行きたい人ってたくさんいますよね。これはそこのネイティブの人と話す経験、
そしてちょっと話すのが怖いとか、そういう感情とすごく関係しているので、その2つの条件がクリアされています。ですので留学はすごくいいですけど、別に留学しなくてもその2つをクリアできれば OK です。僕はそこの食べ物食べたいとか風景を見たいとかなので、そういう人は留学した方がいいと思います。でも今留学できないので、僕はこの2つを意識して今スペイン語を勉強しています。先生と話すオンライン授業をとってるんですけど、その時にできるだけ恥ずかしいこととか面白いことを言うようにしています。例えば先生がガラスを使って何か文章を作ってくださいと言った時に、ガラスは硬いですと言ったらちょっと普通なので、僕のハートはガラスでできていますとか言うようにしています。それを言うと先生は笑ってくれて、僕は恥ずかしいんですけど、でもそのおかげで感情、そして言うという経験、この2つがクリアできるので、僕はすごく記憶に残っています。あとは先生が教えてくれたことを僕も口で言って、その体験をしようとしています。この2つをクリアできれば別に何でも方法はいいんですよ。Facebook に変なこと、面白いこと、恥ずかしかったエピソードとかを覚えたい単語を入れて書くと覚えやすくなるし、他の方法でこの2つがクリアできていたらそれで本当に OK です。ですので皆さんも自分のオリジナルの何かこの2つをクリアできる方法があったら、ぜひコメントで教えてください。皆さんありがとうございました。最近外がすごく暑くて、もう夏だなって感じをね、感じるんだけど、やっぱり外が暑いと、なんか俺多分夏の季節が好きで、やっぱり暑いと気持ちが上がるし、なんか知らない人とでも話せるような気がする。ちょっとやばいやつになっちゃうから、それはしないけど、これからコロナもどんどん良くなって、もうキラキラした未来が待ってるから、みんな頑張ろうね。じゃあまたね。